はいどうも、車買うチューバーは安息チューブです。今回はですね、2年半乗った私の NBOX カスタム GEX ターボ、こちらがね新型フィットの納車と入れ替えでお別れをしましたので、売却する前にね最終インプレッション取ってありますので、それをお届けしたいと思います。まず今回はねエクステリアと内装からお届けしたいと思います。ドライブフィールはね次回お届けしたいと思います。私が購入していたのはですね NBOX カスタム GEX ターボという FF なんですけれども、私が買ったのはね 8% の消費税の時でしたが、今は値上がってですね199.6 万円とほぼ200万円という結構ねお高い軽自動車になっています。でもねそのね高さを補う魅力はあるんですよね。私が購入した込み込み価格の見積もりなんかはね 8% の時の消費税ですが、ブログで記事にしていますので、下の詳細欄にリンク貼っておきますので見ていただければと思います。それではね改めてエクステリアから見てみたいと思いますが、どうですか？結構ねこのエクステリア気に入っていました。いわゆる軽のスーパーハイトワゴンというジャンルになるんですけれども、このフロントマスクもちょっとロボっぽいね顔つきになった今回の新型 NBOX だったんですけれども、気に入っていました。でボディカラーはね私リセール気にして黒にしましたが、白黒だと間違いないですね。でこちら給湯式のフル LED ヘッドライトになっています。なのでウインカーもねこのようにシーケンシャルで流れるタイプになっています。これはね、NBOX カスタム系で、このようになります。しかもねフォグランプも LED になっています。これもね標準装備ですからね。でこういうところにもねメッキの加色なんかがしてあって、本当に安っぽくないんですよね。樹脂パースむき出しのところがほとんどないという軽自動車なのに。で続いてサイドの方回ってみますが、 NBOX カスタムの、ボディサイズなんですけれども、全長3395、全幅1475、全高が1790と、軽自動車いっぱいの枠なんですけれども、全高がね1790と 1.8 メーター近くあるのが特徴ですね。これゆえね広い室内高を実現しています。そして NBOX カスタムターボには15インチのアルミホイルが標準装備となります。これねカスタムでも NA だと14インチになりますね。そしてサイドドアのところに AR パーツがついているのもカスタム系の特徴ですね。そしてねドアハンドルもメッキになっていてね見栄えも良いですよね。続いてリアの方に回っていきますが、大型のね、ルーフスポイラーがついているのもカスタムの特徴です。このねリアビーム本当箱型なんですけれども、単調に見えないように、リアコンビネーションランプの造形などは結構ね凝った形になっています。しかもねこのシームレスに光る、リアコンビネーションランプになっていて、これもねフル LED なんですよ。なんとリアウインカーまでねバックランプ含めて、フル LED になっていると。軽自動車でこれですからね。そりゃね他のね300万円以上する車にもね豆球書いて言いたくなっちゃうんですよね、これ見てると。リアウインカーは流れないですけどね。でメッキのガーニッシュが左右をつなぐようなデザインになっていて、マフラーは隠されるデザインとなっています。 NBOX のねエクステリアに関しては個人的には非常に満足しています。私ねナンバープレートを白にしたんですけれども、それもあってね本当に軽自動車っぽくないぐらいの車格を感じるエクステリアになっていたかなと思います。でねカスタムターボにすると15インチアルミホイルになってなおさら迫力が増しますし、ボディカラーのね黒も選んでよかったかなと思います。これもねリセール良かったですね。軽自動車というね限られた規格の中でどのメーカーもデザインするので似通ったものになりがちなんですけれども、今回のね新型 NBOX は先代の NBOX カスタムともまたね違った表情になっていて、個人的にはこっちの方が好きですね。でねサイドのキャラクターラインなんかもボディをね単調に見せないようにうまくデザインされていますよね。そしてねリア周りも本当に箱なんですけれども、単調に見えないような、リアスポイラーですとか、リアコンビネーションランプのデザイン工夫されていて、個人的にはね本当に気に入っていました。本当ね手放すのが惜しいぐらいでしたね。これにね電動パーキングついたらまた買い直すと思われます。そのぐらい気に入ってましたね。じゃなきゃ2年半乗らないですよね。で2年半乗った NBOX カスタムターボのエクステリアの満足度なんですけれども90点と。いやこれ本当に気に入ってます。これ軽自動車でここまでよく頑張った、感動したって感じですね。続いて NBOX カスタムターボの内装を見てみましょう。アウタードアハンドルもねメッキ加色されていて見栄えも良いです。そしてね施錠がボタンでできるタイプになっています。鍵穴はね下に見えるタイプですね。そしてドアを開けると90度近く開口します。これもいいですね。乗り降りしやすいです。そしてねドアトリムはなんとここねスエード調の素材になっています。
軽自動車だとねハードプラが多いですからね。しかもここもラメのグロス塗装がされていて、ここなんかねボールペンかなんか置けるようになってますが、インナードラハンドルと間違えてねここ掴んじゃう時があるので逆にバキりそうなんですけどね。でここツイーターまでちゃんとついてます。しかもねメッキ付きですね。でウィンドウスイッチ台座までちゃんとピアノブラックになってると。でここも物が置けるようになっています。でここドリンクホルダーもあってドアポケットも広いですね。で90度近い開口から運転席を見るとこんな感じで、運転席はプライムスムースという合成比較とトリコットというののコンビネーションシートになっています。これねターボカスタムの専用装備ですね。でここのなんかね変な模様はこれ好みが分かれるところかなと思いますけれど、別に高級感の演出としてはありじゃないかなと思います。それではドア閉めた音聞いてみましょう。ドアがねでかいんでちょっとねベインって感じもありますけど、悪くないです。そしてインテリア前景はこんな感じ。基本的にノーマルとカスタム、デザインは一緒なんですけれども、使われている素材なんかが違いますし、カスタムはねブラックの内装になるので、シックな感じになりますね。ノーマルはベージュになります。細かく見てみましょう。まず、ナビなんですけれども、こちら私7インチの、インターナビというねやつを11万円ぐらいのオプションで付けました。これね、軽自動車につけるんであればこの11万円のやつも十分すぎるほどの性能でしたね。しかもねこれねインターネットつながってるんで、天気とか、そういうね警報とかも教えてくれますね。しかもその天気の、情報がですねこのねマルチインフォメーションディスプレイにも表示できると。これね NBOX だけの装備なんですけど、これめちゃくちゃ良かったですね。これ今日明日のね天気が分かるのと降水確率も分かるんで、車乗った時に傘が必要かっていうのもね分かったりしてすごく助かりました。そして、7インチのものにしても周りにね化粧パネルがつくのも良かったですし、このようにねインターネットを接続して天気予報とか警報とかいろいろ見ることができます。これはね本当良かったですね。でこちらねイジェクトボタンを押すとこのようにCD のスロットも出てきます。最近ねCD スロットを廃止される車も増えてますけれども、こちらのインターナビだと CD、DVD も入るという形になってます。このね化粧パネル7インチのものでもつくんでこれで十分ですね。でハザードランプも押しやすい位置についています。そしてねエアコンの吹き出し口この辺についていますが、これね閉じることができますし回転させることもできますし、メッキのリングもついていて見栄えも良かったです。そしてエアコンはフルオートエアコンですね。でこの辺のねカチカチとした接続感も良かったですし、スイッチを押した感じもね全然安っぽさないし、スイッチ自体もね無塗装素地ってこともなくてちゃんとねこういうグロス加工されてるのはいいですね。しかもねプラズマクラスター付きですからねこれ。そして、シフトノブは特に本革巻きとかではないんですけれども、メッキのね、スイッチがついていて、これね D に入れようとすると間違って S に入っちゃうことがあるストレートタイプっていうのはね、これフィットでも言いましたけれどもちょっと微妙かなと。そして、パーキングブレーキは足踏み式ですね。これがね N ワゴンとかフィットなどより劣る部分ですね。これが電動パーキングになったら本当ねまた買い直してもいいっていうぐらい NBOX 気に入ってました。そしてここにね小さなトレーと ETC ユニットがあります。そしてここに E コンのスイッチがありますね。これエコスイッチですね。これ常に押された状態になっています。そしてステアリングは残念ながらテレスコはないんですよね。チルトだけしかしません。この辺も N ワゴンやフィットより劣る部分ですね。私は GEX という助手席スーパーロングスライドのシートを選んだので、運転席助手席セパレートになっています。そしてアームレストがそれぞれ備わっていますね。そして間にはね少し隙間があるのでここにゴミ箱とかを置いています。でこれねゴミ箱とかどければねウォークスルーもできますね。で好きにまみれろっていうねラブ4のティッシュここに置いてますけれども、そしてねセパレートタイプとはいえこのようにね運転席と助手席間ウォークスルーできるのも非常に便利でした。これね右側目いっぱい幅寄せして止めても助手席側から降りれるのはねほんと便利でしたね。そしてねこちら助手席なんですけれどもここにあるねスライドスイッチレバーですね。これを引いてよいしょってやるとスーパーロングスライドというねかなり距離をスライドすることができます。もっと行くもっと行くもっと行く、ここまで行きますね。でそうするとですね運転席と助手席の間にこれぐらい隙間ができますので外に降りなくても、後ろの席に移動することができるというのは非常に便利ですね。
これね、お母さんとかが、後ろにベビーカー乗せたりとかチャイルドシート乗せたりしてる時に、運転席側から後席に移動できるっていうのはね、雨降ってる時なんか非常に便利だそうですね。私もね、後ろでちょっとたまに休みたい時なんかは雨の日とかはね、このようにしていけるので、寝たりとかするのも便利でしたね。お弁当食べたりするのも便利でした。で、ここの助手席のシートバッグのところのレバーでこのように倒したりスライドすることもできるので、こうやってやればね、なおさら移動しやすいですよね。はい、続いてステアリングホイールなんですけれども、カスタムではですね、本革巻きのステアリングになります。しかもターボには、パドルシフトがつきます。これターボだけですね。そしてステアリングスイッチ周りなんですけど、ここもね、ラメの入った素材になっていて見栄えも良いですし、ステアリングスイッチも豊富についています。メディアのね、ソースの切り替えなんかもあるんですよね。フィットにはないんですよね、ソース切り替えボタンが。これ意外でした。で、これメインっていうボタンを押して、こちら押したりとかすると、レーンキープが始まったりとか、あとアダプティブクルーズコントロールがついていると。軽自動車でね、アダプティブクルーズコントロールついてるってのはすごいですよね。ただし電動パーキングついていないので、時速30キロ以下になるとキャンセルされてしまうタイプになります。で、ここのインフォメーションスイッチを押すとですね、マルチインフォメーションディスプレイの情報がいろいろ切り替えられると。しかもナビと連動してね、案内も出たりとか、先ほど言いましたけれども天気予報が出たりとか、これはすごく良かったです。多機能ですね。そしてメーターは2眼タイプになります。で、ちゃんとタコメーターもついているのがいいですよね。そしてこれ高い位置にあるんですよね、実は。普通ね、ステアリングの間のところから覗くタイプになるかと思うんですが、このように運転して、着座姿勢のところからだとステアリングの上側にメーターが見える形になります。なので、ね、ヘッドアップディスプレイいらずって感じですね。で、ここについているこれなんだって思うかもしれないんですけど、これね、後付けで付けたエアセーフというね、タイヤ空気圧センサーですね。これ私のお友達の会社で作っているので、これ、私買いまして、付けました。やっぱね、これ転ばん先の杖って感じでね、あると便利ですね。そして、こちらエアコンの吹き出し口があって、ここにドリンクホルダーがあります。しかもね、ここね、間接照明もついてるんですよ。で、キャップとか置けるね、トレイもあるし、で、ここにパワースライドドアのスイッチがあって、スタートスイッチがここにあります。で、その下にはね、レーンキープとか、安全装備のオフスイッチがあって、で、ここにちょっとしたトレイがあるんで、私ね、こうね、小銭を入れたりとかしてますね。この500円玉とかが入れられる、100均で買ったやつとか置いて入れてます。続いて助手席の方を見てみましょう。助手席のね、ダッシュボードのところにはね、この辺ちゃんとね、グロス塗装されているパーツがついて、エアコンの吹き出し口があると。さすがにここはハードプラですけど、こういうね、化粧パネルがね、無塗装掃除じゃないのはいいですよね。そしてなんと USB ソケット3口ついてます。これナビスペシャルパッケージとかつけると2つ増設されるんですが、その2つはね 2.5 アンペアの、高速充電とかですね、電圧の高いものになっています。で、広いトレイがありますが、ここねティッシュボックスとか置けるぐらいのサイズになっていて、しかも間接照明ついてますね。で、引き出し式のドリンクホルダーではですね、ここが折りたためるようになっていて、紙パックも置けるという結構優れものですね。で、グローブボックスちょっとビニール入ってて見栄え悪いですけれど、ここはねほんと狭いんで、車検証入れたらいっぱいですね。で、さらにここに隠しの、トレイがあって、ここにも今私ティッシュ入れてますけれども、これティッシュとか入れておけると。で、ここにもティッシュが置けるという感じですね。ティッシュ置き場には困らないって感じですね。で、ここ何入ってるかっていうと、これ梅のね、おしゃぶり梅が入ってるんですけど、これね実はね眠気対策なんで、もう最高ですね。これね、眠い時これ噛んでる間だけ眠気収まるんで、長距離ドライブの時には必ずね携帯するようにしています。で、続いてオーバーヘッドコンソールなんですけれども、ミラーですね。これは、自動防減とかはなくて、しかもルームランプは標準で LED と、これもね素晴らしかった。ケチくさくないのいいですね。で、ミラーは装備されていますが、ランプはないですね。これ助手席側にもちゃんとミラーあります。はい、続いて後席見てみましょう。そしてね、 NBOX といえばやっぱり両側パワースライドドアと、しかもこのねドアノブをねちょんとね引くだけで開口してくれると
いうのはこれすごく便利でした。普通はねガッチャンって引かないといけないんですけど、ちょいって引くだけでね開いてくれるのは重い荷物持ってる時なんかも非常に良いですね。そしてフロアはですねこんなに低くてですね乗り込みやすいです。でこの後席の広さどうですか。で乗り込んでみましょう。よっこら小1で、これね運転席私身長173センチに合わせてますが、この足前どんだけ広いんだって感じですよね。これ拳じゃ測れないぐらい広いですね。拳多分6個分ぐらいはありますね。そして足伸ばしてもつかないぐらい広いです。で組んでも超余裕で、パワースライドドアなのでこのように、電動で閉まってくれると。これが軽自動車ですからね。で、こちら手動ですけれども、ブラインドが、ついていますね。カスタムには全車標準になります。そして窓開きチェックなんですけれども、半分ぐらいしか開かないですね。これは50点って感じですが、これねスモーク貼ってるのはいいですよね。そしてここもなんとスウェード調のこんだけ広い面積がスウェード調のファブリックが貼られているというのはね、これね高級感ありますよね。でここもちゃんとねグロス塗装されたパネルが貼ってあるし、ほんとねプラスチックじゃないんですよね。この辺なんかタントなんかより全然いいなと思う部分です。足組んでも余裕ですね。そしてこちらオプションで付けましたが、シートバックトレイ、これね1万円とか2万円とかで付けられますが、このように開くと、ドリンクホルダーが2つ付いています。ただしこれね後付けなんで、ここねせっかく運転席シートバックポケットあるのに、これね付けちゃうとほぼ使えなくなっちゃうっていうのはちょっと残念ですね。でしかもねコンビニフックが左右についていると、これも便利ですね。それ以外でもね標準でここにコンビニフックが、搭載されています。でここにシートバッグのね、スマホポケットも、NBOX カスタムにはついていると。でこっち側にもついていると。ここなんか小さいのと、ちょっと入らないですけれども、隣はちょっと広いやつと、なんか2つ分ける必要あるのか分かんないですけど、ポケットがついていると。でシートバックポケットは運転席助手席両側ついていると。この辺も優秀ですよね。そしてねこの後席の足元空間超広大でしょ。で頭上高もねめちゃくちゃやっぱねハイトワゴンなんで広いし、足なんかねこんなねおっぴろげしても全然余裕しゃくしゃくですね。そして、シートバックなんですけどちょっと低めで、ヘッドレストはね折りたたみ前提で低くなっているので乗るときにはね伸ばす必要があります。ただね NBOX カスタムいいのはですねアームレストがついていると。これいいですよね。以前はねこれね私で買った当時はカスタムターボにしかついてなかったんですけど、今はね年次改良でいろんなグレードにつくようになりました。そしてねドリンクホルダーは左右に備わります。でねこう三角窓、リアクォーターウィンドウもついているし、ここにツイーターもありますね。でアシストグリップもついていると。でこの頭上の広さですからね。で、後席もちゃんと LED のルームランプになっていると。いや抜かりなしでしょ。これ見てからねやっぱ400万する車とか見てもアメ級だとって思っちゃうっていうのもなんか納得できませんか。はい、続いてラゲッジスペースを見てみましょう。ここにねなんか四角い4つありますが、ここが、取っ手があるよっていうサインですね。で開けるとこんな感じで、後席はね実はスライド機構も備わっていて、これ一番後ろになっている状態なんですけれども、 NBOX ではねセンタータンクレイアウトのおかげで床が47センチと低く、荷物のね出し入れも楽ちんなんですよね。そして低いおかげでこの幅も稼げていると。でさらにこの下にもちょっとした収納があって、ジャッキとかね、このように、セーヌ川とかのね、タオルとかを置いておけるという形になっています。そして、シートを倒すとですね、このようにダイブダウンといってセンタータンクレイアウトなんで、低く沈み込むことができます。ただねちょっとスロープになっちゃいますね。で荷室長は153センチと、足を伸ばして寝れるほど広くはないですけれども、助手席をねスーパーロングスライドで前に倒せばチャリンコも積めちゃうというぐらいめちゃくちゃ広いですね。自転車を積んでも後部座席が片側使えるので、人も1人乗せることができるっていうのはね便利ですね。そしてねこれ、後席の方に回ってみますが、このようにね低く沈み込んでいますが、これをね起こしてみましょう。そうするとね、座面ごと一緒に立ち上がります。このようにね跳ね上げを
することができます。これね、ホンダのセンタータンクレイアウトだからこそできるんですけれども、後席の後ろにね、普通は燃料タンクがあるんですけれども、それがね、運転席の下に燃料タンクがあるセンタータンクレイアウトだからこそ、このように、後席のシート座面が跳ね上げることができると。でね、ここにコンビニフックがついていますね。ここに荷物引っ掛けられるようになっているのは、フィットよりいいところですね。そして、このように戻すこともできると。で、これね、スライドもするんですよね。ここに、紐があって、これを前に出すと、このぐらい15センチぐらい前に出すことができます。これでね、荷室の方を広げることもできますが、あんまり使わないかなとも思います。で、これで最大荷室を広げた状態で、ラゲッジ側を見てみるとこんな感じ。それでもラゲッジ広々とはいかないんで、後席を一番後ろにして使うのがいいんじゃないかなと思います。でもね、4人乗ってもこれぐらいの荷物を積めるというのはいいですね。ちなみに、一番前と一番後ろにした状態で比較してみると、このぐらい、19センチのスライドが可能ってことですね。しかもね、後席は1段階のリクライニング機構も備わっています。本当ね、完璧ですよね。そしてこのようにシートアレンジをするとですね、助手席をこのようにフラットにすると、後席とつらい位置になって、ここにね、こう寝っ転がることができると。で、ここで靴を脱いで玄関のようにしてですね、こちら側に行ってよっこらしょ。完全に横になることはできないですけれども、かなりゆったりくつろぐことができます。室内で休む時なんかはね、このようなフラットリクライニングモードみたいにして寝るのも良いんじゃないんでしょうか。これ後席リクライニングしてる状態ですからね。このようにシートアレンジも豊富っていうのがね、 NBOX の魅力でもあります。といった感じでね、内装の満足度なんですけれども、90点と、電動パーキングブレーキついてなくて90点って相当高い評価だと我ながら思います。でもね、今までのこのレビュー見ていただければ、私がねどれだけ満足しているかっていうのも分かっていただけるかと思うんですけれども、内装の質感もね、軽自動車とは思えないぐらい良いですし、機能性にもね優れてますし、天気予報がね表示できたりするのとかもいいですよね。さらに後席はねもうめちゃくちゃ広いと、LS より広いんじゃないかっていうぐらいね、膝前空間広いですし、さらにね荷室も他のライバルの軽自動車に比べて床面が低いので、やっぱね幅も稼げているというのはいいと思いますね。いや、これも本当にチャリンコ積めるんですよ。この写真見ていただくと分かると思いますが、26インチ自転車をそのまま積載可能と。しかも自転車乗せても後部座席がね片側しか潰さないで乗せられるので、人も乗せることができるっていうのはね非常に良かったですね。パンクしたりとかしてね迎えに行っても人もね乗せて帰ってこれるっていうのはねすごいメリットだと思います。本当ね満足度の高い車で、ゆえにね2年半も乗ってたって感じですね。これにね電動パーキングブレーキついたら本当最強ですね。といった感じで、内外装編お届けしましたが、いかがでしたでしょうか。気になった方はねお近くのホンダのディーラーに足を運んで商談してみてはいかがでしょうか。次回ドライブフィール編お届けしたいと思います。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。